こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。さ、今回の話の種は、ヤマハの XSR125 だぜ。だがしかしがどうしました？ XSR125 は、今のところヤマハの国内ラインナップにない車種なんだよ。確か、125cc はスクーターオンリーでしたね。NMAX とかシグナスとか、スクーターは充実してるんだけどな。では、XSR125 は国内では買えないってこと？ 125はな。買えないバイクの動画作ってるんですか？でも、手に入れる代案はあるわけで、今回はそれも合わせて説明してくぜ。この番組は、XSR125 に興味がある人、ヤマハの株価が気になる人、ただなんとなく見ているという方に送る、新型バイク動画です。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話はこんな流れだ。1、XSR125 って？ 2、スペック。3、同クラス比較。4、価格妄想。です。じゃ、始めるぜ。1XSR125 って？冒頭にも話しましたが、XSR125 は国内販売されてないんですよね。残念ながら。兄貴分の XSR7 レイヤ900も、ツーリング中に見かけた記憶もありません。なので、XSR ってどんなバイクか教えてほしいのですが、よろしいか？はい、喜んで。XSR は、ヤマハのラインナップだとスポーツヘリテージってカテゴリーに分類されてるぜ。ヘリテージ？説明には、クラシカルなスタイリングと最新のパフォーマンスを調和させた、新しい伝統を提案するモデルとある。ホンダで言うと、ネオ東京ってやつですね。ネオレトロな。ちなみに、ヘリテージって言葉の意味は遺産だ。じゃ、どんなバイクを遺産って言ってるの？ RZ シリーズとか、RD250 とかだな。これらのバイクをモチーフにしたのが、XSR シリーズってわけだ。ホンダだと CB1100 みたいな感じですか？あれはホンダだとオーセンティックってカテゴリーになってる。正統的って意味だな。空冷直4エンジンを残すための車種で、レトロな外観だが中身は最新技術に置き換わってるぜ。ホンダなら CB1000R の方が近いかな。で、XSR の国内ラインナップは700と900がある。大まかな違いは、700は並列2気筒 DOHC4 バルブで鉄フレーム。900は並列3気筒 DOHC4 バルブでアルミフレームだ。ちなみに、2020年モデルは生産終了だ。あとは店頭在庫のみなので、欲しい人はレッドバロンにダッシュだ。バロン好きですね。価格は税込みで、700が91万6300円、900が106万1500円だ。飛び抜けて高いってことはないですね。この価格帯だと、アシスト機能はあまりついてないですか？700には ABS 以外のアシスト制御はないな。エンジンやフレームの基本性能で勝負のバイクだ。割り切りですね。900はデンスロ、トラコン、アシストスリッパークラッチを搭載してるぜ。こちらは装備の割にお値打ち感がありますね。CB1000R と比べたらな。ちなみに CB は価格は167万900円だ。いいお値段です。で、そんな兄貴たちをぎゅっと小さくしたのが末っ子の125だな。ちょっと大きめなウィンカー、タックロールシートなど、雰囲気そのままにダウンサイズされてる。レトロな見た目は XSR のバユーだから、ウインカーも LED にせずにバルブなんですかね。この形、主にはズバリど真ん中だぜ。XSR125 はヤマハヨーロッパ発表でしたよね。生産国はどこになるんですか？ヤマハのグループ会社、フランスにある MBK が生産してる。テネレ700やトレイサー700なども MBK 生産だな。そう聞くと、なんとなくオフランスの香りがするざんす。もうそのフレーズは死語だな。ちなみに、MBK 生産のバイクは、日本に入ってこなかったり、遅れたりするみたいだ。待つことができるのはいいことだけど、いつまで待てばよいかわからないぜ。先生、早く XSR125 に乗りたいです。諦めないでください。諦めたら実は、XSR155 ってのがありまして、輸入車としてソックスで購入できるんだぜ。なんと、それが冒頭で話してたのダイアンですね。排気量が違ったり、細かいところは少し違うけど、見た目はほとんど同じだ。国内なら、こちらの方が扱いやすいですね。なので、今回の動画を見て XSR125 が欲しくなったら、ぜひソックスで XSR155 の実車を確認するといいぜ。ちなみに、XSR155 にハバイクはタイ仕様とインドネシア仕様がある。噂ではタイ産の方がクオリティが高いらしいぜ。噂ですよ。輸入車を買うときに注意するとこってありますか？タンクに貼られてる注意書きやマニュアルが現地語で読めないってぐらいかな。ガソリンはレギュラーで OK ですか？そうだな。民からで155の燃費を調べてみたが、平均50キロぐらいだ。もう、今回の動画は155特集でいいんじゃないですか？いいなぁ。この動画はヤマハ紙に125を正規販売してもらうための布石だから、このまま125の話で進めるぜ。実現するといいですね。
ここまではトントン拍子できてるんだが、輸入車にも注意点があってな。なになに？ヤマハのメーカー保証がないってことだ。それは困りますよ。なんで？それを説明するには、まず輸入車を定義しておくぜ。ここでは輸入車を、正規代理店のルート以外で、合法に輸入したバイクってことにする。はい。正規代理店ルートで購入すれば、メーカー保証が受けられる。当たり前だな。輸入車はメーカーが定める正規の販売方法ではない？現地で買い付けたバイクを輸入して、販売しているってことになるんですね。そうだな。間に一紙入ってるからな。それに国内仕様じゃないから、国内ヤマハに連絡しても扱いが異なる。販売店が売りっぱなしだと、自分で対応することになる。それはちょっと。だから輸入車を購入するときは、購入後のアフターサービスを確実にしてくれるお店を選ぶことが大事だ。ネットで調べたら、ソックスさんは輸入車のアフターサービスが充実しているらしいぜ。だから輸入車をたくさん取り扱ってるんですね。だな。XSR についてはこんな感じだ。じゃ次はお待ちかね、スペック紹介だ。2スペック。EU サイトや PV では、ストリートアートをバックに XSR125 が紹介されてますね。ヤマハモーターヨーロッパ発の動画では、イラストレーターの彼と、その彼女が乗るバイクって設定で紹介してる。国内なら井川遥と竹野内豊かな。それは主の趣味ですね。カラーは、レッド、イエロー、ブラックの3色だな。タンクのグラフィック、タックロールシート、3つ穴の RZ パネルがアクセントになってる。エープ的なシンプルさも好きなんですが、このちっちゃくて高級感が漂う感じもいいですね。最近の勝敗企業は、価格が高くなった分、相応の風格になったよな。EU サイトでは日本をフィーチャーした画像で紹介しているのに、日本で売ってないなんて、やっぱり残念ですね。それは視聴者さんの神子パワー次第だぜ。では細かく見ていくぜ。エンジンは、水冷 SOHC 単気筒4ストローク、ユーロ5規制対応エンジンだ。可変バルブタイミング採用で、11kW、約15馬力の出力だな。クラス上限いっぱいだ。ブルーコアエンジンってやつですか？あれはスクーター系の横置きエンジンみたいだな。XSR125 のエンジンは YZF-R125 系のエンジンで、走りを重視したエンジンだな。スタイリング。まさに XSR900 や700のミニチュアモデルだ。レトロ風なデカール、薄いリアカウル、丸いライトやメーターなど、兄貴のデザインを引き継いで XSR してますね。よく出てするこの三つ穴は、何なのかな？元ネタは RZ250 のマフラーステーだな。左右のステーに、三つ穴のアルミプレートが使われてた。そこから三つ穴が XSR シリーズのデザインに取り入れられてる。そういうことですか。で、ライト下に取り付けられてるホーンだが、ホーンが何か？ヤマハのホーンは、シルバーで縁取りされてるんだぜ。ちょっとしたことなんだけど、こうしたワンポイントにヤマハのセンスを感じるぜ。サスペンション。このクラスだと、倒立フォークは標準装備になってきてるな。サスペンションは他のパーツと同じくブラックアウトされ、引き締まって見える。そのおかげで、カラフルなタンクやフェンダーをより目立つ気がしますね。ホイールとタイヤ。全57インチの軽量アロイホイールで、フロントタイヤは110/70だが、リアは少し太めの140/70だ。ブロックパターンのタイヤも、昔ながらな雰囲気を醸し出してる。多少のラフな道でも、気にせず走れそうですね。ライト周り。クラシックスタイルな丸型ライトだ。LED でライトケース内には流行りの社名ロゴが入ってる。ウインカーはバルブですね。この雰囲気のデザインなら、少し大きめなバルブウインカーがお似合いな気がするぜ。フレーム形状はデルタフォースフレームですね。謎多き米陸軍特殊部隊の名前を冠したフレームだな。おい。正解はデルタボックスフレームだな。125cc のエンジンには、ちょっと贅沢に見えますね。これって、YZF-R1 や R6 などの SS に使われている、光合成なフレーム形状ですよね。そうだな。それだけ走りにもこだわってるってことだな。ちなみに、フレームの前方についてるこの箱って何ですか？これは、吸い殻入れだ。レトロバイクとタバコは、切っても切れない関係ですからね。だったら面白いんだけど、答えはヒューズボックスだな。交換がしやすくていいですね。主要装備アシスト装備。フル液晶メーターに、タックロールシート、アルミ製のライトブランケット、小型車だけど装備は豪華だ。155も同じ感じですか？同じだな。アシスト装備は違いがあって、125には ABS 装備だが、155には未装備だ。それじゃ次は、国内販売された時にライバルとなりそうなバイクと比較をしていくぜ。3、同クラス比較。どんなバイクと比較するの？国内勢はホンダの CB125R、スズキの GSX-S125。海外勢は KTM の125デューク、ハスクバーナのスバルトピレン125だ。こうしてみると、125もなかなか充実してきてますね。CB125R は以前に紹介してるぜ。気になったらぜひ見てくれ。車体サイズ。多分、そんなに大差ない。適当ですね。
海外勢のスペックがチェックできなくてな。すんません。XSR のホイールベースは、この車種内では中間ぐらいですね。GSX が一番短いですね。飛び抜けてるってことはないし、標準的な数値だな。重量だが、XSR は重い方だな。一番重いのはスバルトピレン、軽いのは CB だ。CB の重量は130キロですか。これならか弱い私でも楽に扱えそうです。か弱いかどうかは知らんけど、このタンク容量でこの車重ってのは、かなり軽量化されてるように思うぜ。この車格では10キロの違いは大きい気がします。確かにそうだけど、スバルトピレンに試乗したことあるけど、その時は重いって感じはなかったけどな。いつものことですが、実車を要チェックですね。エンジン駆動系。XSR は水冷 SOHC 単気筒4バルブ、それ以外は水冷 DOHC 単気筒4バルブだ。排気量は皆同じ、124だぜ。XSR は SOHC なんですか？なんかちょっと残念。って何が違うんですか？スーパーですか？デラックスですか？カムの本数が違うぜ。1ポンならシングルで SOHC、2ポンならダブルで DOHC だ。カムはエンジンの上部についてる部品だ。バルブの開閉タイミングを制御してて、エンジンの燃焼室に送るガソリンの量や、排ガスの排出量をコントロールしている。コントロールすると、どうなるの？バルブ開閉タイミング制御を細かくすることで、走行シーン合わせたエンジンパワーが得ることができるんだ。よくわかんない。人に例えると呼吸ペースみたいなもんかな。徒歩の呼吸リズムのままで、坂ダッシュしろって言われたら苦しいです。だな。エンジンも苦しいわけだ。なのでカムをもう一つ用意して、別の呼吸リズムを作ってやるわけだ。それだと、SOHC はカムが1ポンだからリズムを一つしか作れないってことですね。しょぼいってことですか？しょぼいってことはない。SOHC はカムが1ポンだし、飛行もシンプルになり軽くできるメリットがある。それに XSR はカムとは違う、別の方法でバルブタイミングを制御している。それが VVA 可変バルブタイミング機構だ。さすが。制御方法は違うけど、どのバイクも規制いっぱいの最大出力やトルクを叩き出してる。このあたりの考え方は各メーカーで違うから、調べてみると面白いかもな。タンク容量航行距離。XSR は500キロオーバーですね。他の車種もこれだけ走れば十分だと思います。国内勢と海外勢の燃費計測方法は違うから、比較するのは少し無理があるので、燃費関係の数値は参考値ってことでお願いしたい。小排気量は、どれも燃費が良くて羨ましいですね。ほんとだな。比較についてはこんなもんかな。じゃ、最後は価格についてだ。4、価格妄想。XSR125 は、ヤマハの EU サイトには4450ポンドと書いてあるな。1ポンド155円で換算すると、68万9750円、約70万円だな。CB125R は国内価格が47万3000円だから、同クラスと比較するとかなり高値ですね。じゃ、少し計算方法を変えてみるか。XSR7 や900の海外と国内価格を参考に計算してみるぜ。全部総額表示計算な。700は国内価格が91万6300円。EU サイトは7702ポンドで約120万円。差額は約30万円。900は国内価格が106万1500円。EU サイトは9702ポンドで約150万円。差額は約40万円。あら、結構差がありますね。EU 価格には日本からの輸送代とかそのあたりの費用が乗っかってる分、高くなるってことですか？だな。で、ここからざっくり予想すると、約90万ぐらいか？ちょっと現実的じゃないですね。念願かなって国内販売になっても、ここ価格差じゃ辛すぎます。せめて約50万円台で発売してほしいですね。で、また155の話になるわけだが、ふむふむ。XSR155 のソックス販売価格は、新車で約46万円ぐらいだ。125の半分じゃないですか。なんでこんなに安いの？安いというか、市場価格に近くなっただけだけどな。155はタイ生産だ。オフランス生産の125に比べたら人件費、輸送費の差はかなり出ると思う。今回の話のうちは、125が気に入ったら、150を買ってくださいってことですね。そうだな。YouTube でも155買いました動画はたくさん上がってる。気になる人は動画をチェックしてから、ソックスへ GO だ。YSP 横浜と使い GO じゃないの？気軽に行ける距離じゃないからな。じゃ、今回はこんな感じで終了だ。お次は、青子のバイクニュースのコーナーです。こんにちは、青子です。さあ、もう6月ですよ。来月は7月ですよ。何当たり前で専務のクラッカーをかじってるんだ？ 7 月になんかあるのか？あるんですよ。ツーリングライダー待望の旅アドベンチャーゲーム、風来機4が7月8日に発売されるんです。今回はゲームの話か。この状況ですからね、インドアでもバイクを楽しみたくて。で、どんなお話のゲームなの？
主人公は雑誌のライターで、ヤマハのバイクに乗って岐阜の各地を巡り、記事コンペで上位入賞を目指すってお話です。ほほう。システム詳細動画を見たら、走行シーンは実写で360度見渡せるんだな。あ、木曽川沿いの道もバッチリ映ってますね。でしょう。舞台が岐阜ってこともあり、馴染みがある場所もたくさん出てくる様子ですよ。ちなみに1作目は北海道が舞台で、道東道北が舞台でした。2作目は沖縄、3作目は再び北海道で全土が走れるようになりました。これ、プラットフォームは？プレステ4とスイッチですね。概要欄にリンクを貼っておくので、チェックしてくださいね。今回は、青子が気になるゲーム紹介でした。あ、ラジオ配信も始めたんだって？そうなんですよ。1月分の新型動画のその後をフォローする、ラジオ番組をポッドキャストを始めました。ポッドキャストアプリで、バイク新型と検索すると、私のアイコンが出てきます。ぜひ聞いてみてくださいね。では、今回はこの辺で。それでは、See you!